皆さんおはようございます。お疲れ様です。いかがお過ごしでしょうか。東京は冬の朝の冷え込みがまるで嘘だったみたいに、遠い出来事だったかのように柔らかくほどけていって、今すっかり過ごしやすい毎日になりました。朝の空気もどこか軽くて、窓を開けると春がそっと部屋の中に入り込んでくるような、そんな感覚がありますね。季節って気づかないうちに静かにページをめくってるんですね。さて、仕事で使う鍵盤をどこに置こうか少し悩んでいます。グランドピアノもあるんですけど、作業のほとんどはパソコンでの入力になるので、どうしても電子ピアノを使うことが多いです。音を探す時間と形にしていく時間の間で、自分にとってちょうどいい距離感を探しているような感覚です。道具の置き場所一つで作業の流れも気持ちの流れも変わるから不思議です。ねえ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 。おーい、聞いてる？そして本日のおめざは、おめざってなんか久しぶりに聞きましたね。本日のおめざはアン&アンのあんバタースコーンサンド。東京駅のグランスタでふと目に留まって購入しました。この少し大げさなくらいの厚みとぎゅっと詰まったあんことバター、まるで今日は少しだけ甘やかしましょうと言われているような佇まいです。この背徳感たっぷりのフォルム、ご覧ください。かじった瞬間にバターが柔らかくほどけて、あんこの甘さと重なり合う。その一口が朝の静かな時間に小さなご褒美を落としてくれるような、そんな味でした。
いつも見てくださってる方はまだ編んでるのねと思われるかもしれません。そうなんです。その通りなんです。季節はもう新緑が少しずつ目立ち始めてて、風の匂いまで変わろうとしてるんですけど、私はまだせっせとセーターを編んでおります。毛糸を見るには少し暑く、ウールに触れるには少し遅い季節。教訓ですね。冬物は冬に編み始めても間に合いません。雪が降る頃に思い立って春に袖を編んでいる。手仕事とはいつだって季節を少し追いかけるものなのかもしれません。なんとか頑張って編み上げて今年の秋には着られるようにしたいですね。未来の自分への少し気の長い贈り物です。新年度というのは生き物という生き物が一斉にバタバタと動き出す時期のように感じます。虫とか鳥たちは卵からかえって草木は一斉に芽吹きますよね。街ではまだ体より大きく見えるランドセルを背負った子どもたちが道を歩いていたり、なんだかぼーっとしてたら気づけば夜だったみたいな日もたくさんあります。そんな日が続いています。最後は2号針に変えていきたいと思います。ここまで細いともう焼き鳥の串みたいですよね。うっかりタレ味で出てきても気づかない細さです。この輪針のタイプは針先の取り外しができないタイプなので、編んでる途中に針とコードが外れてしまう心配がなくて、その安心感があります。集中してる時に目が落ちるあの絶望、経験のある方ならわかりますよね。そしてさすがのクローバーの匠、滑りも良くって糸がスルスルと流れていきます。道具って静かに仕事を助けてくれる人みたいで、いいものを使うと手元の空気まで少し整う気がします。ウエストの仕上げにも使いたかったので、今回は100センチのものを購入しました。袖部分はマジックループで編んでます。左右にコードが渡ってるこの独特な状態です。初めて見るとこれで本当に編めるのと思う姿なんですが、慣れてくるととっても合理的で便利ですよね。このマジックループに関しては慣れるまではこちらの本で勉強しました。とっても丁寧で分かりやすかったです。編み物の本って時々初心者には難解なものが多いですけど、この本はちゃんと横に座って教えてくれる感じがしました。マジックループに悩んでる方はぜひ一度見てみてください。輪針でニットびっくり楽しい輪針の使い方。アムヒビさんのクロスセーターは着丈が2種類用意されてて、今ちょうど短い丈のところまで編み進めてきました。ここまで形になってくるとこの丈感かわいいななんて思い始めてきました。少し軽くてすっきり着られて春先なんかにも似合いそうなバランス。このまま完成にしてしまっても十分素敵だなと手を止めてしばらく眺めてたんですが、でも実際に着るのは秋からですよね。風が少し冷たくなって朝晩の空気がキュッとする頃、そう考えるとやっぱりお腹が冷えるのは避けたいかなと。年々見た目の可愛さと同じくらい体を冷やさないことの大切さを感じてます。皆さんどうですか？というわけで今回はロング丈に進もうと思っています。
そして編み物のやめられないところは、終盤に差し掛かると次は何を編もうかとまた胸がそわそわしてくるところです。まだ終わってないのに次の毛糸見に行ってしまったり、本屋さんで編み物本を開いてしまったり、次の冬はこれかななんて考えたり、一つ完成に近づくたびに次の始まりが見えてくる。終わることが次の楽しみにつながってるんですよね。終わってもないのにまた本を買ってしまったり、そんなことありませんか？私はあります。しかもかなりの頻度であります。皆さんもこれから編むもの、今編んでるもの、いつか編みたいもの、心に決めてるもの、ぜひ教えてくださいね。誰かの編みたいものを聞くのってなんだかこちらまで楽しくなったりします。本日はここまでになります。うんともすんともいかない日、何をしても進まない日、気持ちだけが絡まったりする日もきっとありますよね。そんな日にこのチャンネルで少しだけ肩の力を抜いてゆっくりする時間ができたらとっても嬉しいです。どうぞご自愛ください。あったかい飲み物でも入れて、今日という日を優しく終えられますように。それではまた。